はい、こんにちは。今回はね、ファイナルファンタジー16の8石と2周目ハード完全攻略をね、解説&実演します。この動画では石塔ハードの攻略方法を8つの石塔ごとにね、詳しく説明して、さらにね、石塔から得られるこのゲームを上手くなるためのポイントをね、解説していきます。視聴すべき人は全ての初心者、もしくは七つ星はぐれ星の英雄を取りたいっていう人、それからね、各種名誉称号が難しくて手がつけられない方、動画の流れは石塔からね、入門する FF16 地獄の本番としてね、最初に石塔をやる意義、石塔攻略がいかに重要かということと、その目的をね、認知できるように説明していきます。それから8石塔の攻略共通ポイントを解説。で、各石塔のね、S ランククリアの要点解説と実演をしていきます。この動画1本でね、攻略が済むように、8石塔のね、攻略を一つにまとめちゃっているので、かなり長い動画になっちゃったんですが、概要欄にね、チャプターを記載しておくので、気になる部分にね、飛んで視聴していただければ良いかと思います。それでは始めていきましょう。まず最初に、基本的な知識としてね、このゲームにはトロコンよりはるかに難しいプレイヤーのね、実力が求められる上級コンテンツの世界があって、特定の水準をね、満たしているプレイヤーには合格賞としてゲーム内でこういった各種名誉称号のアイテムがもらえるんですよ。覇者3つ、王者3つ、星、石塔のことね。2つ、カイロス2つ、紋章18個ね。この動画を作っている俺は、こんな感じでね、今このゲームで取れる名誉称号は当然全部取れています。この状態を目指したいって人用にね、いかに石塔を利用するかという話を最初にします。初心者の人はね、これから上級コンテンツの世界に入ろうって人はね、極めて大事な話をするからよく聞いといてね。まずね、これらのね、名誉称号は取得難易度順で並べるとこんな感じになるんですよね。まあ全部取れてる人って発売1年半経ってる今現在ですら世界に100人いないってレベルなんだけど、取れてる人たちはね、大体これで同意してくれると思う。いや、超えられない壁とかさ、もっと不統合を増やせよとか、いろいろあるかもしれないけど、とりあえずざっくりしたイメージとして、難易度はこんな感じだと思ってくれればいいです。まあ黄色までは嫌な言い方すると誰でもできる。既存のね、FF 他シリーズと同じ。で、紫からがいよいよ FF16 の本番。まあ、FF16 はね、全部の FF シリーズの中で 100% のね、プレイというか、アイテム集めとかのね、ゲーム側が用意してある全部の体験をやりきるのは一番難しいんだよね。ちょっとこの辺の話してると先に進めないから、その辺の話はね、別に作ってる動画でやります。で、ここではね、紫をやる順番の話をしたいんですよ。この格付け表を見ると、紫色の称号に関しては難易度が低いね。カイロス究極から順にステップアップしていけばいいんでしょって思いますよね。違うんですよ。これが、俺が一番このセクションで言いたいことで、最近ね、名誉称号を知った人とか、これからね、それらを集めることにチャレンジしようと思ってるね。すべての人に極めて強くね、伝えたいことなんだけど、覇者、星、王者、カイロスってあったら、一番最初にやるのは絶対に星。つまり2周目石塔ハードなんですよ。絶対に石塔が最初。もう異論は許さねえから。なぜか。石塔をね、最初にやる理由は、石塔はね、プレイヤーのね、基礎力を強制的に要請してくれるっていうね、ありがたいコンテンツなわけなんですよ。プレイヤーを効率よく上手になれるように導いてくれるんですよ。ものすごくね、大事な基礎部分がいくつかちゃんとできていないと S 評価でクリアできないようになっているの。言い換えると、履修後、つまり七つ星の英雄、はぐれ星の英雄を取得後には、プレイヤーに巨大戦力が自然と搭載されている状態になっているわけ。はい、パワーワードが来たね。じゃあ巨大戦力って何って話だよね。そこでもっと具体的な話をすると、石塔でプレイヤーが獲得できる巨大戦力は以下の2つなわけ。1つ目はね、品質。つまり、しょっちゅう出てくるね、強敵のプレジション防御が一通りできるようになるの。プレジションドッジ、パリーとかから始まって、ルックスガンビット、レイジングフィスト、ヒートウェーブ、タイタンブロックとか。そういうのを戦闘に導入していけるようになるわけ。プレジション防御はできないと、時間維持とか含むね、諸々の理由含めて、そもそもね、石塔 S でクリアできない。自然と強制的に同じ相手でね、何度も何度もたくさん練習させられることになる。数は有限だから心配しないで大丈夫だよ。しっかり一個一個練習していこう。二つ目が、クライブのイフリートアクション。召喚獣じゃないよ。ウィルオとかイグニッションとかを囲んでいるアビリティゲージがいらない基本アクションだよ。それらがいくつも実用戦力化する。このゲームって、大半のね、あんまり上手くない人はこれ。四角ボタンガチャゴスル4段やってるんですよ。これやってるかどうかで、その人がゲームが上手い人かそうでない人かってすぐわかる。だけどね、ある程度筋がいい人だったら、一周目もね、序盤が終わる頃には、ガチャゴスリ4段やるゲームじゃないなってのに気がついて、やらなくなるんですよ。じゃあ何をやるか。アビリティ技を発射する？それも有力な一手だね。ただ、アビリティ技ゲージがいるよね。
それだけで時間制限がある石塔は立ち回ることはできないよね。ではゲージがない時に何をしますかって話に発展してくるよね。それはね、この後のね、攻略編のね、共通部分で覚えてほしい基本技をいくつかね、ピックアップしてまとめてあるから、この動画視聴を機にね、頭に入れて使いまくって戦力化してしまいましょうと。とりあえずね、この2つのね、獲得戦力があまりにもでかすぎる。七つ星やはぐれ星の合格賞を取った後は、これらの力でアーケードモードとかね、カイロスゲートをスムーズに進めていけるようになります。言い換えると、石塔クリアはね、上級コンテンツの世界に挑戦する準備が整うってことなんですよ。もしね、石塔を先にやらずに、アーケードやカイロスに挑戦しちゃうと、効率が悪いんだよね。石塔で得たこの2つの力は、後々のね、別の場所の挑戦で大きな戦力になるんだけど、石塔をね、後回しにしちゃうと、これらの戦力の恩恵を受けられないまま、アーケードやカイロスをやることになるんだよ。さすがにそれはもったいないでしょ。石塔で得た戦力っていうのは、様々な場所でね、使いまくる大きな戦力になってくれるんだよ。ということで、最初にね、石塔をクリアするのが最も効率的なのは分かってもらえたと思う。ここをね、認識できただけで、この動画を見た価値はあるよ。もうすでに大きく得してるよ。石塔をね、先にやるのは効率的だって、俺も過去に戻れるんだったら、過去の自分に教えてあげたいもん。石塔のね、七つ星とはぐれ星を取った後は、FF16 のね、戦闘アクションの景色が全然違って見えるっていうのは約束できる。俺もね、最初はね、アーケードモードアルティマニアックとか、難しくて全然できなかったんだけど、石塔を取った後にね、明らかにこのゲームの見え方が変わったっていうのは、今でも鮮明に覚えているわ。ここまでをまとめると、石塔突破は上級コンテンツの世界の入り口で、言うなれば、ここからがプレイヤーが試される FF16 の本番が始まるわけなんですよ。今までね、名誉称号が難しくて諦めていた人も、この動画をね、再生したのを機にもう一度挑戦してみてほしい。石塔突破さえできれば世界が変わるから。アクションゲームとしてね、FF16 の本番、厳しくもね、楽しいめくるめく地獄の世界。覇者王者カイロスっていうね、セラフィックゲート、ロンダルキアの洞窟にスムーズにね、入門していけるし、相当奥まで進んでいけるはずだから。FF16 の本番こっからだよ。この上級コンテンツの世界を知らずして、FF16 のアクションを語るのは肩腹痛いというかかわいそうだよね。まあその辺はさっきも言ったけど、もう一個作ってるね。別の動画でちょっと厳しいことをね、言おうかなと思っています。ということでね、この後に石塔を全部取れるようにね、具体的な攻略編に入るんだけど、その際ね、単に七つ星やはぐれ星を取る作業内容だけじゃなくて、この FF16 っていうゲームがね、上手くなるような視点を意識して攻略解説していくから、ぜひ参考にしていってください。最後にね、ちょっと補足として、何度かのね、バージョンアップでね、発売年の石塔仕様に対してマイナーチェンジがね、何箇所かかかっているけど、この動画はね、リファレンスプレイも含めて全部現行バージョンでね、クリアし直して攻略動画を作っているから、これからやろうって人もね、安心して見てもらって大丈夫だから。それではね、攻略を始めていきましょう。ではね、攻略編として全席と共通要素から見ていきましょう。まずタイムね。クリア時点で右の時間を終わっていなければ評価 S がつきます。ステージ1で3分、ステージ2で6分、ステージ3で9分、ステージ4で6分以上だと総合評価で S が取れて晴れて合格。エンブレムにね、トロフィーがつくと。なんだけど、難しく考える必要はなくて、1個だけ意識してればいいんですよ。それはね、ステージ3終了で10分確保できていること。これがね、8石塔ではとりあえず目標になるラインだと捉えてほしい。一応ね、この後の各石塔ごとのリファレンスプレイでも、ステージ1から4まで全部評価 S でね、ステージ3終了時に10分超えるプレイを出しているので、参考にしてみてください。で、実際の攻略話に入っていくと、最初にね、石塔の立ち回りの基礎として4つ覚えてほしい。どの石塔でもね、プレイを作る上で、この4つが基本になるから、要点としてね、押さえておいてください。1つ目がね、ランジマジックバースト3段活用。で、2つ目がパニッシュは無敵技、つまり避難先になると。で、3つ目、やることがなくなったらマゼックバーストコンボ。で、最後4つ目がリミットブレイクの滝場所3つ。ではね、これらを一個一個深掘りして見ていきましょう。一つ目はね、ランジマジックバースト3段活用。接近、隔離、離脱ね。ランジマジックバーストはね、石塔以外でもね、ほぼあらゆる場所でめちゃくちゃ使える。ランジはね、四角と×の同時押しで出るね、突進攻撃で、ヒット時にね、三角連打してれば、キャンセルでね、マジックバーストが出ます。まずね、これを対応していきましょう。口述のね、マジックバーストコンボと並んで、このゲームで最重要ムーブなので、即ね、自分のプレイに取り入れてください。じゃあ、ランジマジックバーストをどうやって使うかってイメージをね、モデル化してみるよ。自分をね、青の丸、敵をね、赤の四角だとするよ。
まあよくある状況なんだけど、1対5で雑魚4体に強敵1体混じってますみたいなね、状態で考えてみるよ。この時、まずアビリティ技をぶっ放らせるんだったら、その時はそれでいいんだよ。アビリティ技は何でもいいよ。まあ、色がね、青色使ってるから、ダイヤモンドダストでもね、アイスエイジでも何でもいい。転生の炎でもいいし、敵にね、何かぶっかけてるイメージしやすい技をね、思い浮かべてくれればいいです。けどね、アビリティ技って一回使っちゃうと、アビリティゲージが溜まり直すまでしばらくの間使えないよね。で、その間に何をやるかってことが赤道の結果を左右するわけ。だからね、アビリティ技を使っちゃって、なくなっちゃって、撃てない場合の話を考えていくよ。となると、自分と敵はね、普通にお互いがお互いにわーって近づいていくよね。まあ誰かが飛び道具を撃ってきたりとかもあるんだけど、基本的にはお互い近づいていって、ぶん殴ってきたりとかっていう展開になるよね。で、勝ち合った時に、例えばここでは直線距離でね、一番近かった雑魚的 C に攻撃を通すと。まあ雑魚的 C に先制攻撃できたとするよね。相手が攻撃する前に自分が攻撃できたと。ここまではいいのさ。けど、ここで問題が発生するわけ。雑魚的 C を攻撃してる最中に C 以外から攻撃されてしまうんだよね。まあ初心者御用達の四角ボタンガチャコスリ4段攻撃とかなかったらしいのを、こんな敵の集団の中でなんかやってたら、他の奴らからね、いいように攻撃されてしまうわけ。ちょっと見てみようか、こういうこと。こういうやつ、これがね、立ち回りとして実に良くない。まずこうならないように動く必要があるわけ。そこで使うのがランジマジックバーストね。じゃあランジマジックバーストを使うとどう状況が良くなるのか。さっきと同じ状況でスタートするよ。自分一人相手5人で始まりましたと。まあここまでは同じ。まず確実に先制できる。遠距離からいきなり突進で接近できるからね。L はランジの L ね。これがまず接近。まあここまではいいよね。で、素晴らしいのがこっからなんですよ。今のランジから直接マジックバーストにつなげると、敵の集団からね、ガチャゴスリー4段みたいに4発も引っ叩かないで、マジックバーストの一手だけですぐにぶっ飛ばして、雑魚的 C1 匹だけを黒い円のね、乱戦状態のエリアから隔離することができるんですよ。M はマジックバーストのことね。これが隔離。で、この状態からすかさずもう一回ランジに行くと、自分もこの乱戦状態のね、危険な黒い楕円のエリアから逃げることができるんですよ。これが離脱。これがランジマジックバーストの使い方の基本構造、3段活用になります。じゃあ、さっきと同じ状況でどうなるのかっていうのを動画使って見てみるよ。急接近から一手でぶっ飛ばして離脱して強敵の攻撃届いてないでしょ。この立ち回り方を覚えてほしいの。補足すると、1回でね、集団内から逃げられないんだったら、もう連続でランジマジックバーストを雑魚1匹に連打して、とにかく集団から離れる。ランジマジックバースト3段活用の後はパニッシュに行ってもいいし、アビリティ技を当てに行ってもいい。その後はね、スタートの状態に戻るから、振り出しに戻るってこと。このね、ランジマジックバースト3段活用は、赤道だけでなくてね、アーケードでもカイロスでも使えるから、覚えて使いまくってください。で、3段活用に続いて2つ目は、パニッシュは無敵技ってこと。パニッシュはね、ダウン攻撃ね。イフリートの基本技だし、威力がでかいから、1周目レベルから使えるんだけど、それ以上にね、重要であるのが無敵であるってこと。パニッシュ中はね、絶対に攻撃食らわない。出た瞬間から終わってちょっとの間まで無敵。画角に入っていないやつを含めてね、囲まれて攻撃受けてる時に逃げ場所避難先になるっていうことは覚えておいてください。これ大事な性質だよ。それから3つ目、やることがなくなったらマゼックバーストコンボ。これはね、このゲームでも最重要ムーブで、アーケードでもね、カイロスでも必要になる。なんか使う人はね、これ召喚銃戦イフリードでも使ってるらしいよ。四角ボタンガチャゴスリコンボの4段攻撃の一発一発に全部マジックバーストをつけて倍の8段攻撃にするっていう動きになるんだけど、マジックバーストって10回も打たなきゃ時間ボーナスもらえないんですよ。だからちまちまいけるときだけランジマジックバーストとかやってても取りこぼしちゃう可能性があるというか、このくらいね、テンポよくマジックバーストやる回数を増やしていかないと、現実的に時間加算ボーナスを取るのは難しいよね。四角ボタンガチャゴスリコンボにマジックバーストを混ぜているからマジックバーストコンボね。この動画ではこれのことをね、以下マゼックってね、訳すのでよろしくお願いします。で、話を元に戻すと、アーケードやカイロスと赤道ではね、役割がちょっと違っていて、アーケードやカイロスでは倍率テクニカルコンボね。のマネジメントのためにやるんだけど、赤道はね、テクニカルボーナスがないから、その点あんまり関係ないのかと思いきや、赤道は赤道でね、別の役割があるんですよ。例えば、ボスのタイマンでテイクダウン取った時とか、もうやれることが何にもないって状況が少なくないんですよ。アビリティ技が溜まっていないとか、アビリティ技があっても複数体の雑魚敵が必要で、ボーナスが何も取れる状態でないって時は、マゼックやるしかない。
マジックやってダメージを取りながら、マジックバースト時間加算を取って少しでもね、時間減少を食い止めるしかない。これは赤道独特にして基本的な考え方なので押さえておきましょう。で、最後4つ目は、リミットブレイクのね、焚き場所3つで、1つ目がね、殺されそうだったら問答無用で焚く。このゲームはね、リミットブレイク中はね、死なない。それがルール。2つ目はね、ステージ間はね、残ってるリミットブレイクゲージで体力回復。温存してもね、大体損の方が勝る。ステージ間はね、脳死でリミットブレイクゲージをね、全部回復用として消化してしまう。3つ目はね、ステージ4はね、ボスが死にそうだったら、リミットブレイクを焚いて特攻すると。さっさと勝つ。ステージ4はもうこれが最後だし、リミットブレイク中は死なないんだから、敵の攻撃なんか食らいまくっていいから。この後ね、OD のリファレンスで、ステージ4でね、ノーダメージやってるのを見せるけど、一番見せたいのって、たった10秒ポッチしかもらえないってことね。ノーダメージの立ち回りなんか研究したりね、努力する必要なんか全くないから、1秒でも早く勝つ。悲しいことにそっちの方が楽な上に早いんだよ。まず結果を出す。オナニーはね、その後にやればいいよ。リミットブレイクの話に関してはもう論理の話だから、納得してね、プレイに導入してもらえれば OK です。どうせほとんどのプレイヤーが考えた先に行き着く同じ結論でしかないから、この動画を見た人はね、こっそりここで先取りで押さえてしまいましょう。で、共通要素の最後が精神論。今言ったようなノーダメージとか、世界ランキング上位になるようなハイスコアを目指すとか、名誉称号を取ってないうちはやる意味のないことに執着しない。さっさとね、7つ星、はぐれ星を取った状態になる。まず合格賞をもらおう。趣味プレイは合格賞をもらってからやりたきゃやればいいよ。と同時に赤道は思い切りよく行く。攻める。クリアまで投資ですら1赤道25分もかかんない。途中で死んだところでね、やり直しはそこまできつくはない。必要以上に守りのプレイとか研究したり作らなくていいからね。そんなことよりも死んでもいいから思い切りよくがめつくね、時間ボーナスを現場のアドリブで稼ぎに行くっていう刺激をね、生死の境で楽しみながらね、このゲームを上手くなっていってほしいと思います。共通部分はここまでですね。それではね、次のセクションからは各赤道のね、攻略に入っていきましょう。親切にありがとう、お嬢さん。よろしく。させないよ、絶対。じゃあ何するんだ？召喚獣合戦。また？お前それ好きだな。まず最初はフェニックスから見ていきましょう。フェニックス以外からね、始めてもいいからね。一応左から順にやっているだけで、こうやらなきゃいけないっていう順番はないからね。最初に能力解説するよ。フィートとアビリティ4つね。フィートはフェニックスシフト。簡単に言うと接近技で、そっからね、下の2つの技が出せます。出し方と時間加算条件は押さえておいてね。まずね、シフトストライク。丸を押してすぐ四角猛連打で出す。連打するんだよ。5段攻撃。5段完走で時間加算。途中一発でも外れてたらダメね。敵の攻撃のね、透かし確定で入る場所をね、多く覚えておくと、この赤道はね、時間をたくさん稼げるようになるから、覚えておきましょう。それからシフトショット、丸三角のスライド入力で出す。単発マジックバーストね。2回空中で当てると時間加算。空中ってのがポイントね。地上じゃダメだよ。シフトショットのね、当て方は2つ覚えよう。まずね、飛んでるやつをロックして当てる。これ1の2のやり方。ロック操作を覚えてほしい。まずサソリを全滅させた後に飛んでるやつ2匹残るから、片方をね、L1 でロックしてシフトショットを1回決める。当てたらね、R3 レバーを押して切り替えてね、シフトショット。以下同じで R3 レバーを押して切り替えてシフトショット。これをね、素早く繰り返すと時間はどんどん稼げます。初心者の人はね、シフトショットを通じて、このロック操作を覚えてね。二つ目がね、ダウンしてる雑魚をチャージショットでぶっ飛ばして即拾う。これも覚える。飛んでる敵じゃなくてもシフトショットを狙える方法があるってことをね、押さえておいてほしい。魔法のね、ため打ち。三角ボタン押しっぱなしだよ。そのためってから打つやつね。それを倒れてるやつに当てると浮くから、そこからね、シフトショットで拾えって話。ついでにね、パニッシュもセットで入れとくといい。パニッシュはダウン攻撃ね。フィートについてはね、とりあえずここまでは押さえておいてください。じゃあここからはアビリティ解説に入っていくよ。1個目はね、ライジングフレーム。時間加算条件は浮かしてフィニッシュね。当てても生きていたらダメだよ。雑魚からしか点数が取れない。プロテストは気にしなくていいよ。死ぬんだったら雑魚は絶対浮いているはずだから。死なないんだったらそもそも打ってる場所間違ってるから。複数巻き込むとすごい早いし、点数もね、一瞬でがっぽり取れるんだけど、狙ってできるものではないから、できたらラッキーぐらいの感覚でいいね。
2個目はね、スカーレットサイクロン。時間加算条件は敵2体を巻き込むことね。チャンスは多い。条件も簡単だし、特に言うことはないんだけど、歩いてね、近寄って決める他に、フェニックスのね、フィートで接近して撃てば当たりやすいよね。これで死なないでね、瀕死で倒れてるやつに、ライジングフィニッシュのセットで決めれると理想だよね。3個目がね、ヒートウェーブ。時間加算条件は敵弾をプレジションで取る。プレジションってこういうやつ。武器の部分でね、撃ち下ろすイメージ。このボヒってやつ。まずね、取れる敵弾がどれか。ファイガとかさ。それを撃つやつ、それから撃つ攻撃モーションのね、3つを覚えること。ステージ2と3はね、とにかくヒートウェーブが中心っていうか、もうそれを軸にしてね、プレイを作っていく。もうやれるところは全部やる。ヒートウェーブやってる隙間にね、他のことを混ぜるっていう感じ。ヒートウェーブってさ、やってて気持ちいいしさ、美しいからさ、アーケードモードとかでもさ、すごい使いたいんだけどね、点数効率のいい立ち回りがね、わからないので、俺のビルドでは出番がなかった。4つ目が転生の炎。フェニックス最大の大きなね、砲翼転生だね。時間加算条件はね、テイクダウン中に当てる。これあんまり見ない条件だよね。普通この手のやつってさ、敵2体に当てるみたいな感じなんだけど、俺この後のプレイで思いっきり勘違いしてるから。絶望的なね、ため直し時間の長さなんだけど、非常にね、強くて使いやすい。当てに行かなくてもね、良くて、広範囲でね、ダメージがでかくて、リミットブレイクゲージもね、いっぱい溜まるっていうね、もう大技らしい大技なので、このゲームでもトップクラスに扱いやすい技だよね。アーケードモードでもね、俺は結構使っていたね。この落差はね、利用しないと損だよ。時間加算条件的にね、強敵専用に見えるんだけど、強敵だけと言わず、ステージ3とか4でもね、時間加算に関係なくても、開幕の雑魚処理に使うのが便利だよ。まあ、雑魚処理自体が一瞬で終わるから、逆に言えばそれがね、楽して時間減少ほとんどしないで敵を倒せるわけで、数字になっていないけど、確実に体感できる価値になってるっていうのは理解できると思う。まあ、こんな感じでね、能力解説の触りは終えて攻略に入ります。そしたら次はね、フェニックスの石塔のね、基本の立ち回りを2つ押さえておこう。ステージ3までは、テイクダウン中にね、シフトストライク ×4。もし、リミットブレイク発動中にね、テイクダウンが発生したら、L3、R3 のね、2つのレバー同時押しですぐにリミットブレイクを切るんだよ。リミットブレイクのね、シフトストライクは、段数増えてなかったらしくなって、単位時間内に取れる点数効率が悪いのよ。4回時間加算取れる時間で3回しか取れないみたいな。だからリミットブレイク状態だったら速攻できる。これはね、現場で頭が回るようにね、ちゃんと思い出せるように。それからステージ3と4は、脳死でね、開幕に転生の炎。これはさっき言った通りだね。まあ誰でも考えた末に行き着く先のただの知識だよね。そしてね、フェニックスの石塔における稼ぎの基本的な考え方ってのは、エース技。つまり大きな時間加算になる行動ね。それを優先してプレイを作るってこと。アビリティ技がはっきりしてる分かりやすい技が多いんだよね。ズバッとダメージを取る。誰に当てるか計算通りみたいなのしかない。なんかね、癖の強い変てこな技とかっていうのはないよね。隙も少ないし、フェニックスはほんと分かりやすい、使いやすい技ばっかりだよね。ステージ1でね、欲しいのはね、ザコライジングフィニッシュ。ステージ2と3はね、カウンターヒートウェーブが主役だね。で、この石塔はね、これらができてる上で、結局透かし確定シフトストライクを取れる場所をたくさん知ってれば知ってるほど時間は増やせます。なので、できるだけね、この後のプレイで透かし確定部分がわかるようにしたいと思います。そしたらね、最後にフェニックスで覚えたい基礎技術をね、認知し直して終わりたいと思います。まず、ロックと敵の切り替えだよね。L1 で指定して R3 レバーを押してね、選ぶってやつ。1の2とか3の2とかで、ロックして切り替えてね、シフトショットを繰り返すみたいなやつを練習するといいよね。ロックはね、大事な基本技術なので、フェニックスの石塔で覚えてください。それからね、強敵の技の隙があるやつ、透かし確定シフトストライクが入るようなやつは、視覚的に覚えてほしい。アーケードモードでも、カイロスゲートでも、こういう知識ってしょっちゅう出てくるから、勉強するコスパは悪くないし、覚えれば覚えるほど楽になるから。フェニックスはね、とりあえずこれだけを押さえとけばいいです。そしたらプレイ動画行こう。
よし。
いつで遅い言えばいや遅いそこか見えた遅いそこかそこか
遅い。見えた。遅い。そこか。いつぜ。
そこか。見えた。そこか。見えた。そこか。見えた。そこか。そこか。そこか。これも食らえ。お前はここで殺す。では第2部ガルーダ編に入ります。最初にね、フィートを確認しようね。ガルーダのフィートってね、使い道多いんで、なんかすっげえ文字だらけなんだけどさ、読み上げていくから何とかついてきてください。いや、これ全部大事なのよ、マジで。まずね、一つ目がザコ1匹をね、手元に引っ張り込める。その後ね、四角ボタンガチャゴスリ4段乾燥で時間加算。それから二つ目が空中で釣るとその敵をダウン状態。しばらく行動不能にできるんだよね。で、三つ目が強敵。テイクダウンゲージを持ってるやつにね、当てると一瞬で空中高くに避難できるの。で、最後4つ目、テイクダウンゲージが半分になって、カキーンって音がした後に、一定時間以内に当てるとエンブレースダウンができる。これも時間加算。石刀はね、エンブレースダウン取った時点で点数っていうか時間加算になるから、取れるところはできるだけ全部取ってね。では次にアビリティ。まずガウジね。時間加算条件は連打ガウジの最後が当たっていることね。連打しないとダメだよ。普通のやつじゃダメだよ。エンブレースダウン中ね、テイクダウン中のいずれかに打つことになると思う。まあ理由としては点取れるまで長すぎだよね。反撃されちゃうんだよね。別に殴られてもいいからやるっていう稼ぎもあるけど、そんな余裕がある人がやればいいよ。もちろん、最後まで当てる前に死なないんだったら空中でもいいよ。二つ目はウィゲットオイル。時間加算条件は浮かした後に3発以上当てる。3発はね、何でもいいよ。四角ボタンガチャオソリでもいいし、ガウジでもいい。石刀だとね、ウィゲットの役目は2つあって、1つ目がね、アビリティフィニッシュ用。というのも、相方になってるアビリティ技がどっちも癖が強いのよ。相方がガウジだとボーナス考えるとフィニッシュを期待できないし、ルックスガンビットだと狙い場所がね、現場次第ランダム勝負になっちゃうんだよ。
死ぬ間際にさ、テイクダウンとかされたら、起き上がるのいちいち待たないでさっさと殺しちゃうでしょ。簡単に言うと、アドリブでやってると、どっちもね、アビリティフィニッシュに繋がらない時がしょっちゅうあるんだよね。なので、アビリティフィニッシュはね、もう最初から毎回ウィゲットに担当させた方がいいんじゃないかと思うわけさ。取りこぼすともったいないんでね、意識的にアビリティフィニッシュをやる場所は予定を決めておこうと。二つ目がね、本来のこの技で取れるボーナス消化で、これはいいよね。浮かして3発引っ叩くまで死なないやつを知識的に抑えておくと。この役目においてもね、ウィゲットはアドリブでやらないで、どの敵に狙うかっていうのを事前に決めておいてね、毎回予定調和するといいと思うよ。ウィルゲージ結構削れるし、強敵にも使いたいんだけど、死にそうな時はね、溜まり直しが間に合わないんだったら温存しておくべきだね。とどめで使う場所の予定を優先するべきだね。で、3つ目がルックスガンビット。時間加算条件をね、プレジションで決める。カウンター系の特徴なんだけど、プレジションカウンターだったら、溜まり直すまでが早いんだよね。逆を言うと、プレジションを外すと悲惨だね。溜まり直すまでが長すぎてやってらんない。あんまりにもね、ミスが続いてひどいんだったら、最初からやり直すのありだよ。関東はプレイ時間短いからね、調子悪い時はね、無理して出来の悪いプレイで、モチベーションっていうかさ、気持ちが乗らないままでね、頑張らないでいいよ。最後がエリアルブレイズ。時間加算条件は敵3体以上を巻き込むことだね。この技ね、ちょっと面白い付加価値があって、敵の魔法、飛び道具をかき消せるっていう能力があるんだよ。石刀だとね、複雑なやつとかね、組み合わせがないから、あんまり使わない能力なんだけど、遠距離からでも飛び道具がうるせえ強敵とかをエリアルブレイズの中に入れていると、その飛び道具をね、発射させないで封じることができるんだよ。けどさ、敵自体見えないじゃん。物理攻撃のさ、初期動作見えないでしょ。いまいち使いづらいっつうかさ、癖が強い大技だよね。俺不思議でしょうがないんだけど、気のせいかもしれないけど、ネット上見てったらさ、アーケードモードでこの技ビルドに入れてる人が多いよね。俺この技強敵が見づらいから嫌いなんだよ。敵の動きを見てからね、プレジション防御とか行動を決めたいから、画角に入っていないとか見えなくなる展開って好きじゃないんだよね。そんなに倍率マネジメントとか点数効率がいいようにも見えないし、みんなそんなにベネディクターで興奮してんの？ベネディクターに対する愛以外のさ、使う意味がわかんないんだよ。俺のさ、斬鉄乱舞じゃないけどさ、これじゃないとダメっていう凄腕のエリアルブレイズの使い手が、もしこの動画を見ていたらさ、コメント欄で技術指南してほしいね。やっぱり選ばれる理由が何かしらあるんだろうね。で、俺がそれを知らないだけなんだろうね。はい、エロいエロい姉さん最高って盛り上がったところで次行くよ。ガルーダ稼ぎの基本事項なんだけど、エンブレースダウンはね、行けるところは全部行く。これはさっきも言った通りで当たり前だよね。で、その上で、とにかくね、エンブレース四角ボタンガチャゴスリ4段をね、拾えるだけ拾う。このエンブレース四角ボタンガチャゴスリ4段を以下引っ張り4段って言うから、もうガルーダは結局これに尽きるよね。引っ張り4段ができる邪魔されない場所をね、たくさん探すのが稼ぎになるって考えればいい。もちろん引っ張りは空中ではダメだよ。地上で4発殴り切らないとダメだよ。ガルーダの稼ぎはそれだけだね。いかに周囲の目を盗んでたくさん引っ張り4段を入れ散らかすかって話になる。で、最後にね、ガルーダで覚えたい知識と基礎技術を紹介します。もうとにかくフィートの理解と使いこなしが重要。アーケードモードでもね、カイロスゲートでも、ガルーダフィートってめちゃくちゃ重要だから、このチャンネルのね、他の攻略系動画でもがっちり解説してるんで、興味のある人はね、ぜひ参考にしてください。まず、雑魚敵はね、空中エンブレーズですると、ダウン状態になって動きを止めれることは知識的に知っておくと。それから飛んでる雑魚は地上に引きずり下ろせ。で、3つ目が、強敵のわからない攻撃。受け方が不安な攻撃は、エンブレーズスリーブで空中に逃げろと。3つとも全部重要だね。俺はね、このゲームの初見プレイっていうか、1周目の時はね、ガルーダフィードばっかり使ってたね。特に3つ目なんて、ストーリープレイレベルの低い難易度の世界だったら、わからない攻撃は大半プレジション防御できなくても、これでね、逃げ切ることができるから、ガルーダフィートはね、最初の初見1周から覇者の証までね、最難関レベルまでずっと重宝してたね。ラプトルにね、囲まれた時とか、意外と空中が逃げ場になるって答えの展開って多いからね。一番優秀なね、フィートを決めろって言われたら、攻撃力最強のオーディン、防御力最強のシバを押しのけて、俺はガルーダを押すね。一番面白いのはガルーダ。といったところで、リファレンス動画に入りましょう。
そこか。見えた。遅い。見えた。遅い。
そこか。そこか。見えた。
最後だ。先に行け。では遠慮なく。この雷に打たれるのはドイツだ。これを飛べっていいとも。ラム教えて。いいとも。そしたら3人目、ラムーの解説に入ります。まずフィードね、ラムージャスティス。時間加算条件としては、1つ目にね、敵1体にね、雷球9個をくっつけるってことね。2つ目が敵4体にね、雷球をつけて通電させる。まあ1つ目はいいよね。ステージのどっかでね、テイクダウン中の強敵にでもやって消化してください。で、問題は2つ目なんですよ。もう2つ目のね、うまさで、この赤刀の敵のね、99% が決まると言っても過言ではないと。ということで、このフィートのね、操作方法を解説したいんだけど、ちょっとその前にね、言っておかなければならないことがあるんで、余談を挟みます。まあ余談だし、今から始めるね、ほとんどの人は知らなくてもいいから聞き流してくれていいんだけど、ラムージャスティスはね、昔のバージョンと操作が変更されてるね。雷球セットモード発動も通電、エグザクトも、丸ボタンだけで行うように変更されているんだよね。丸ボタンはフィードボタンね。以前のバージョンでできた分割セットができない。一人がね、二人にね、途中まで雷球をつけて、フィードを切ってね、他の行動を挟んで安全を確保しながら別の数人に雷球をつけて、合計で4人にセットするみたいなことは今のバージョンではできない。時間減少をね、防止するのにね、すごく簡単だったんだけど、現行バージョンでね、それができないと。これね、ちょっとまずいことがあって、セットしてる最中にね、途中で攻撃食らっちゃうと、時間加算条件を満たしていないとね、つまり同じ敵に9個つける前に攻撃されちゃうと、時間の無駄で終わってしまうから、仕掛けるタイミングは考えないとダメだね。それとね、通電するとね、雑魚敵が跳ね上がってからダウンするようになった。これが一番変わった点だね。旧バージョンはね、通電しても敵がダウンしないでどんどん寄ってきてたんだよ。
その代わり、すごく早くね、次の来球セットができて、テンポが良かったんだよね。忙しかったんだけど、操作が早ければね、バンバン時間稼げたんだよね。今のバージョンだと、敵がね、どんどん寄ってこないで、一旦ダウンしてくれるから、落ち着いてね、しっかり来球セットと通電ができるようになったから、逆にこっちの方がね、やりやすくて助かる人は多いと思う。バージョン 1.3 系統、リバイアさんのダウンロードコンテンツ以降は、これとね、バハムートウィングにね、大きく調整が入ったみたいな話があったよね。バハムートウィングの方はよくわかんないんだけど、ラムージャスティスはね、すごく改善されたと思うよ。時間はね、昔と変わらずね、たくさん稼げるのは変わってないから、その辺は気にしなくていいと思うんだけど、操作性含めてね、使い勝手がすごく良くなった。新しく始める人含めてね、ほとんどの人は関係ないから聞き流してくれていいんだけど、一応ラムーのフィードはね、昔のと仕様変更があったということだけをなんとなく知っといてください。何言いたいかというと、このゲームってこれに限らず、バージョンごとにね、結構仕様変更が入っていることがあるから、情報を集めるんだったら、古い情報じゃなくてね、なるべく今のバージョンに対応しているやつを見た方がいいよ。ものによっては情報がだいぶずれてるから、情報を集めたりね、動画を見てる時間が無駄になっちゃうんだよね。話を戻して、本題の4体以上にラムージャスティスをセットする操作なんだけど、これちょっと癖があるから要点つかもう。操作は相手を追うのではなくて、カメラを回して画面自体を動かしてしまうことなんだよね。方向レバーで敵を追って照準をつけようとしても遅すぎて話にならないわけ。敵をね、できるだけ横並びにしてカメラレバーを横一直線倒して一気にね、画面自体を動かして4体にセットする。文字で言われてもいまいちピンとこないかもしれないから、ちょっと動画使おうか。まずね、カメラレバーを使うことを覚える。移動レバーとカメラレバーあるよね。こっちが移動レバー、L3 だよ。こっちで相手の方向を見てね、照準を合わせちゃうと、遅くて使い物にならないのさ。なので、こっちのカメラレバー、R3 を使うんだよ。こっちで画面自体を回してしまうっていうのが早いの。ラムージャスティスは、このカメラのね、動かし方が分かっていれば、こんな感じにね、すごい早く4体にセットすることができるから、これに慣れてください。できるだけ横並びにするんだよ。すごい速いの分かるでしょ？このぐらいのスピードでできるから。実際には、フィート、丸ボタンを押してカメラレバーを一気に倒して来機をセットするんだよ。で、もう一回フィートボタンを押してエグザクト、通電するんだよ。押して倒して通電。押して倒して通電。この繰り返しね。左手使わないよ。まあ、後からも言うんだけど、この石灯はね、ラムージャスティス4体セットが上手ければ上手いほど時間を稼げるから、カメラの扱い含めてね、たくさん使ってください。じゃあ、アビリティ解説に入ります。最初はパイルドライブ。時間加算条件は2体以上に同時に当てることね。食らった敵がね、遠くまで吹っ飛んでって威力が大きいんだよね。この石灯とね、相性がすんごい悪い。だからね、思いつきはアドリブじゃなくて計画的に狙っていこう。乱発して稼ぎに行く技じゃないし、最低回数入れてればね、いいだけの技。ラムージャスティスでね、絞り上げた残りカスでボーナス取りを消化したい。できるだけラムージャスティスでね、時間加算が欲しいから、複数の敵から一気にたくさん体力奪っちゃうような技って良くないんだよね。アーケードモードみたいだよね。クリアするだけだったらね、パイルドライブを満員電車の中で猛連打してればいいんだけど、7つ星取りたいんだったら、時間ボーナスを取らなきゃいけないから、そういうわけにはいかないよね。消化不良だけど、打つのを我慢して細くね、しみったれた打ち方するしかない。次はサンダーストーム。時間加算条件はね、ダウン中に当てるってこと。ザコはね、ダウン中。強敵はね、テイクダウン中に当てるとボーナスが入る。ロックしてね、倒れた相手を狙い撃ちするようにしたいね。ロックしていないとね、敵がいっぱいいる時に、あさっての方向の倒れていないね、全然関係ない相手に撃ったりする時があるから、ちゃんとロックする癖はつけたいね。まあ、できるだけ拾っておきたいボーナスだよね。サンダーストームはさ、アーケードモードでもすごい使えるし、石灯でも当てやすくてね。しかも一番欲しいステージ4にあるから大活躍だよね。ホーミングでエイムいらない、威力でかい、大技より回転率いいっていうね、万人におすすめできる強い技ですね。優等生アビリティ。続いてはライトニングロッド。時間加算条件はね、敵にロッドへ3回攻撃してもらう。敵に攻撃してもらわなきゃいけないから条件的に難しそうに思えるけど、敵のそばにね、設置してそのそばにいれば OK だね。パッキングブル、スピリッツ・ウィズ・イン、サンダガーみたいなね、美味しめのやつを待つのがいいんだよね。いや別にやれるところで設置して使ってくれていいんだけど、それによってね、今言ったような美味しい技の時にね、なくなっちゃってたら涙が止まらないから、そこに注意して予定を組んで使ってください。で、最後が、裁きのイカズチ。時間加算条件はね、敵2体以上を巻き込むことだね。
見たまんまのね、すっげえわかりやすい、使いやすい単純な大技で、人混みに落とせばね、大体条件クリアしてるわ。ストーリーやるときは、ダウンロードコンテンツ第1弾と第2弾でこれ使っていたね。メインでも使えばよかったわ。アーケードモードでね、サンダーストームを使ってるところをこれに変えると、ストーリーモードは大体 OK だね。アーケードモードのさ、アルティマニアックと違って、ガチで攻撃していいし、好き勝手好きな奴らから一気にダメージ取っていいし、倍率も考えなくていいから、サンダーストーム使うぐらいだったらこれ使った方がいいよ。サンダーストームの超必殺技バージョン。それが裁きの雷。ラムーの稼ぎの方針はもうジャスティスだね。ジャスティス。我ひたぶるにジャスティスせん。力強き者と。それが俺のジャスティス。とかやってると、基本的なね、ボーナス要素のパニッシュ、マジックバスト、アビリティフィニッシュとかのどれかをね、割とマジで忘れやすい。ジャスティス頑張ったのに、この辺忘れてね、あんまりタイムが増えなかったみたいなことにね、ならないように注意ね。まあ、ジャスティスで絞り上げるんだけど、最初のうちはね、1の2と2の2を頑張る。それだけでクリア時6分以上残せるから、余裕があればね、3の1もやればいいけど、そこまでやんなくてもいいとは思うよ。で、最後、ラムー石塔で覚えたい基礎。とにかくね、カメラの扱いっていうか、画角の調整だね。R3 レバーをね、たくさん使って操作に慣れてください。敵をね、常に視界に入れ続けるとか、敵の集団とね、全く逆向きに逃げながら、L1 を押して振り向いて、そこからカメラで微修正してパッと相手の方向を振り向くとかね。こういうのが自然にできるようになりたいね。それとね、いい機会だから大事なことを言うけど、今一度目的をはっきりさせといてね。ラムーの石塔って他に比べて時間かかるから、適当なところで切り上げてください。今追う必要のないものを追わないようにね。やることが山積みなんだから、いつまでだっても終わんないよ。ステージ4が終わった後に、6分取れてるのに、それ以上の上のタイムとか、意味のないものを追わないようにね。アーケードモードで全レグ評価 S 並べるとかもそうだけど、ああいうやったところで何にももらえないような努力、コントラストにならないような努力っていうのは本当に暇なやつにやらしとけばいいから、そういうのは名誉称号を全部取って、なおかつまだこのゲームにね、モチベーションが残っていたらやればいいよ。ちなみに俺はロックマンのバスター縛りみたいなオナニープレイ含めて、そういう路線のプレイはやる気もなければ興味もない。その辺の考え方もね、ちょっと別の動画で話そうと思うんで気長にお待ちください。まあ事前解説はこんなところだね。それじゃあリファレンスプレイスタート。
遅い。見えた。遅い。
宴はしまいだ。今からお前を俺がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。では4つ目、タイタンの石塔に行きましょう。最初はね、フィート解説。プレジション防御入門に最適。超有料フィート。個人的にはね、石塔は1人目フェニックスじゃなくて、タイタンから入るのがおすすめだね。一番簡単なわけではないよ。タイタンより簡単なやつは他にもあるけど、それでもね、タイタンを一番最初にやるのがおすすめ。タイタンブロックってやっててすっげえ気持ちいいのよ。上手くなった実感も湧きやすいし、すごい楽しいよ、この石塔。初心者はね、タイタンで鍛えて適当にね、ドッジ R1 連打とかサポートリングレベルから卒業しましょう。出し方はね、敵の攻撃をね、ヒット直前に丸で受ける。ブロッキング。スト3サードのブロッキングと同じ。それでバキーン言わしたら四角連打でね、3発まで殴り返すと。ブロッキング3回、殴り返し6発でね、それぞれ時間加算。だから、プレジション防御ね、2回成功すればそこそこまとまったボーナスが入っちゃうんだよね。これすごいよね。タイタンって適当にやっててもさ、時間に全然困らない石塔なんだよね。ただ、殴り返してるときは無敵ではないので、周辺の敵からのね、攻撃が通っちゃうんで、囲まれてるときはね、ちょっと注意しましょう。それとね、この石塔ね、そんなことあるわけねえだろうって思うかもしんないけど、基本ボーナスのね、プレジションドッジをね、一切やらないっていうね、ミスをね、やらかしやすいんだよ。もうね、現場ではね、何でもかんでもタイタンブロックか、レイジングフィストでね、取ってやろうって必死こいてるから、プレジションドッジなんてね、全く頭の片隅にないとき結構あるよ。一回だけでいいから、意識的にね、どっかでやる習慣つけといた方がいいよ。一番最初だけやるとかね。続いてアビリティ解説。まず激震。時間加算条件はプレジションで発動。押しっぱなしでね、発動してゲージの赤いところで離すっていうのを当てること。食らった集団がね、一箇所にまとまるっていうね、不思議な集合効果がある。激震はね、当てやすい上に複数巻き込みやすいんだよね。石塔ではね、溜まり次第どんどん吐き出していくこと。アーケードモードでね、こういう集合系アビリティやって、敵を一まとまりにした後に、アイスエイジとかスカーレットサイクロンとかね、指定数巻き込みで点数入る小技と組み合わせて使うっていうのはよく見るよね。次がレイジングフィスト。時間加算条件はね、攻撃ヒット直前で受けるとなっております。まあ、ブロッキングだね。プレジション受けがね、成功した時はね、時間停止するから、殴り返してる最中にね、攻撃を受けない。だからタイタンカウンターの上位互換だよね。それとウィルゲージがめっちゃくちゃ奪える。レイジングフィストはね、俺にとってもすごい思い入れが深い技で、1周目でめっちゃ使ってたね。1周目ってさ、フーゴ倒してさ、タイタン解放されてから急速にこのゲームの戦闘が面白くなっていったのを覚えているわ。タイタンって楽しいんだよね。その中心にいたのがレイジングフィストだね。レイジングフィストはね、全技中1、2争うぐらい好きだね。レイジングフィストで敵の攻撃を受けるのがすごい楽しかった。なんとかね、アーケードモードでも使えないかなって思っていたんだけどね。点数とかね、倍率に効率よく繋がってくれない技はね、なかなか採用できないのが現場の本音なんだよ。王者の証とかだったら、評価基準が甘いからね、これとかヒートウェーブでかなり遊んでてなんとかなったけどね。覇者の証はさすがに無理だね。まあ、すごく点数に繋がるような手筋を、俺が知らないだけなのかもしれないけどね。3つ目がワインドアップ。時間加算条件はプレジション発動で当てる。すっげえ減る。攻撃時代ね、パッと短い時間で終わって、溜まるまでもね、遅くないし、回転率がいいから、すごい使いやすくて頼りになるよね。これとね、激震、芝のアイスエイジ、オーディンの天の村雲は、溜まり次第ね、即発射するのは石塔では意識したいね。出し渋る理由がない。最速でどんどん吐き出していく。最後はね、大地の怒り。時間加算条件は敵2体以上を巻き込むってこと。なんか頼りないよね。タイタン唯一の汚点だよね。ザコをこぼしやすいし、強敵もね、貫通しちゃって威力が微妙だったりする。当たってないからさ、ウィルゲージも微妙だしね。ため直しは超長いでしょ。付加価値が特になし。厳しいって。ガチで危機感持った方がいいと思う。これ、フーゴみたいに全方位に攻撃だったらよかったのにね。地上にいるザコは 100% 逃げられないみたいな。なんか前方の長方形だけって微妙に寂しいよね。タイタン石塔の稼ぎの基本。ワインドアップやね、激震は最速回転させる。まあこれはいいよね。溜まりそうになったらさ、すぐ発射できるように用意しておくと。それからね、ボーナスの取り忘れに要注意。ラムーもそうなんだけど、アビリティ型とかさ、バランス型じゃなくて、フィート型みたいなね、一個の作業に意識が集中しやすくて、特定行動にね、依存性が強い石塔って、ほんとボーナスの取りこぼしが多いんだよね。何度かね、プレイして自分がこぼしてるステージがどこなのかなっていうのを覚えておいて、そういうミスってる場所でね、あらかじめこぼしてるボーナスを拾う場所を決めておくって感じに修正していくしかないよね。ボーナスコードをね、入れれる場所を現場でね、その場判断のアドリブで決めるっていうのは、このタイプの石塔ではダメ。ほんと良くない。
それから対弾カウンターをね、無事にやれる場所を探す。やっぱり対弾カウンターが中心になるんだけど、その際注意するのは、まあクリアするためには当たり前なんだけど、死なないようにすることね。攻撃を受けない場所でだけ対弾カウンター行ければいいんだけど、それは建前で矛盾したことを言うようだけど、最初のうちはね、どんどん対弾カウンターを取りに行っていいと思う。というのも、この関東で一番大事だと俺が思うのは、やっぱり成功体験とか、上達した実感といったね、喜びを感じることだと思うのよ。堅苦しいことは考えずに、とにかく積極的にプレジション防御を仕掛けていってほしいわけ。ビビらないでね、どんどん対弾カウンターを取りに行って、相手の攻撃に対してね、免疫をつける。少しでもね、プレジション防御ができる敵の攻撃をね、手持ちに増やしていくっていうね、上達している実感をつかんでください。この石灯はね、ほんと入門用としてぴったりだから、昔は諦めていた名誉称号にもう一回やってみようかなって思った人は、こっから始めてみるといいかもしれないよ。まず1個。1個でいいから石灯エンブレムにトロフィーをつけてみよう。全然太刀打ちできないと思っていたものでも、そっから世界は始まっていくから。といったところでリファレンスプレイスタート。
そこか。遅い。
最後だ。どうかご分を。では、バハムート編に入りましょう。やっと折り返しだね。まずフィードからメガフレア、バハムートウィングだね。まあ、使いづらいね。画面見にくいしさ、めんどくさいと。30区。サテライトなどね、攻撃できるものと併用して、なんとかレベル4までね、頑張って貯めてください。プレジションドッチするとね、レベルが1個上がるから、強敵のそばに寄って頑張りましょう。時間加算条件はレベル4で発動すること。まあ、後からも言うけど、この石ととにかくね、レベル4を発射する。で、他のことは発射後に考える。雨を降らしてから考えるんだよ。雨の中の行動になれると。それとね、上手な立ち回り方として、バハムードウィング開いて、レベルを貯めてる間に、リミットブレイクで回復するといいっていうのは覚えておいた方がいい。そしたらアビリティ解説いきます。一つ目がサテライト。時間加算条件が60ヒット以上当てること。何かしながらでも使える技で、持続時間が長いのが嬉しいよね。アーケードモードでも大活躍する。画面見ないでね、連打してても大概ね、誰かに当たってるよ。バハムードウィング中も使えるので助かる。他の動画でもこれの活用説明してたけどさ、この動画ではね、ちょっと欠点についても言っとこうか。欠点はね、とにかく連射してんのがめんどくさい。これに尽きる。別の動画じゃ口が裂けても言えないんだけどさ、ここだけの話、使わないで済むんだったら使わないよね。俺、高橋名人の時代とかリアルで体験してたおっさんだけど、連射してんのやっぱ疲れるよ。石灯みたいにね、短いのはともかく、アーケードモードでね、長丁場を繰り返すのはしんどいよね。ボタンを連打しながら、雑魚敵たちから逃げるように移動して、強敵の攻撃をね、プレジションドッジするみたいなマルチタスクになれると。早い展開になれる。やりたいことをやるんじゃなくて、敵の動きに合わせてパターンを作るってことね。そういう頭の働き方をサテライトを通じて学んでください。続いてフレアブレス。時間加算条件は120ヒット以上当てる。このゲーム屈指のネタ技だよね。食らってる画面もバカっぽければ、時間加算条件もバカっぽいよね。これ120ヒットって字面からしてバカっぽいもんね。一部界隈で圧倒的な人気の技らしいよ。使う場所をね、あらかじめ固定しておくといいんじゃないかな。1の1で強敵テイクダウンさせた後に複数雑魚ごと巻き込むか、1の2のね、開幕で使って時間加算条件をクリアすればいいと思うよ。ラムーのフィードと同じでね、カメラを回して雑魚敵を巻き込むといいね。L3 レバーじゃなくて R3 レバーを使って雑魚敵を複数巻き込むんだよ。雑魚のみでかつ大量にいる場所じゃないと点数取れるまで打っていられないよね。全体の展開が遅すぎてね、強敵いるところでは使えない。ステージ4でね、これってマジで勘弁してほしいわ。しかもボスは強い上にワープするっていうね。あとね、これサンダーストームとね、仕様が同じなんですよ。フレアブレースをね、食らってる敵って、途中でね、完全に体力がゼロになっても、フレアブレースをね、最後まで打ち切ったところまで入らないと死なないんだよね。これ知らないとね、たまにひどい目に遭うんですよ。なんか俺最初にさ、この石灯取った時って、フレアブレースに殺されそうになったもん。この時とかさ、俺もう勝ったと思ってんのよ。けどさ、これ体力ゼロなのになぜか死なないんだよね。しかも6分割れそうじゃん。この時マジで焦ったね。俺この時初めてフレアブレースが止めれること知ったね。フレアブレース止めてなきゃこのプレイ S ランク取れてないのよ。失敗していたのよ。いや、このさ、バカ正直にさ、×ボタンで切ってさ、慌てて四角ボタン連打してるのを見てもさ、いかに必死だったのかわかるでしょ。このゲームって、こういう体力がね、完全にゼロを下回っているのに、死なない攻撃っていうのが他にもいくつかあって、タイタンのね、ワインドアップも最後が当たっていないと死なないから、ワインドアップの最中にリミットブレイクを点火すればね、永久に敵を殺さないで当て続けることができるんだよ。こういうのを利用してね、石灯では時間稼ぐことができるんだよね。アイスエイジなんかもそう。最後のね、氷の高い山の部分が当たっていないと死なないから、密着でね、ずっと相手方向に入れておけば、相手は死なないんだよ。ずっと殺さずにね、ボーナスをもらえる技を当て続けて、時間加算を取り続けて、稼いだりとかってゲートもできるんだよね。世界ランキングが上の人って、こういう特殊なね、性質を利用して、時間を稼いでいるんだよね。続いてインパルス。時間加算条件はね、捕まえてる敵たちをね、捕まえてるうちに2体以上攻撃する。変な技だらけの光の技の中でも、ひときわね、異彩を放つ変な条件の光らしい技だね。やっぱ残念なのがね、効果が短いこと。プレイしてる間にね、あんまり他のことやってたり考えてる余裕はないよね。
大抵あらかじめ決めてたことを予定調和して、それで終了って感じになる。敵のね、足止めとね、誰も知らない途中爆破能力があります。途中爆破はね、もう一回発動ボタン、R2 を押しながら四角ボタンで爆破できるね。爆破にもね、段階あるんだろうけど、最低レベルでも雑魚敵からダウンは取れるよ。インパルスは以上だね。アビリティ最後はギガフレア。時間加算条件はね、敵2体以上口差しにすることとなっております。ファイナルファンタジーをね、代表するミスター大技。直撃でね、かなりの威力があって、光の技とはね、思えないほど癖がなくて使いやすい。無敵技。たまり直しも大技にしては早い方。使いやすい上にね、付加価値てんこ盛りなんだよね。ストーリー石とカイロスゲート、アーケード。すべてで主力級の圧倒的存在感、光の良心だよね。ギガフレアはね、このチャンネルの他の攻略動画でも活用方法についてね、がっちり解説してますので、そっちの動画もね、ぜひ参考にしてみてください。バハムート石塔のプレイの作り方なんだけど、他石塔よりね、圧倒的にパターン化が重要。全ステージでね、まずレベル4の発射を念頭に置く。他はね、発射後に考える。全ステージでメガフレアレベル4発射までのストーリーをね、まずあらかじめ考えておく。アビリティ技も適当に打たないで、レベル4のね、回転率が高くなるようにサポートする。とにかくね、画面がね、見にくい上にね、敵がね、全石塔最強クラスに強い。やりたいことやってればいい場所じゃなくて、多かれ少なかれね、敵に合わせて動く必要がある。それから、バハムートで覚えたい知識と基礎技術。早い展開、忙しい展開、マルチタスクになれること。きちんと予定を組む。パターンを作る練習をする。光の試練はね、全石塔で多分一番難しい。ような気がする。クリアできれば他の石塔全部クリアできる。と思う。ここは正念場。頑張りどころだ。ということでね、リバレンスプレイに入っていきましょう。
そこか。
兄さんは絶対に負けないよ。クリスタルを崇めるのはもう終わり。では、ここからは芝の石灯の解説に入っていきます。まずフィード、芝スナップだね。時間加算条件は、凍らせてる最中に敵を殺すこと。およびね、パーマフロストで凍らせることだね。パーマフロストは石灯以外でもね、あらゆる問題を解決できるね。このゲームにおける最強の能力だね。召喚獣バトル以外だったら、パーマフロストを取れれば全ての敵に勝てます。あんまりにもね、強すぎるこの力で、この石灯はね、楽にさらっと終わらせましょう。続いてアビリティ、サクサクいこう。1個目はライムね。時間加算条件は3体巻き込むことだね。相手を捕まえとく技で連続で打ち直せるから、形が気に入らなかったりね、消滅しそうだったら張り直すといいんだよね。とりあえずザコとね、ライムを挟んでる位置関係なら、自然とね、自分に向かって直進して入ってくれるから、それを覚えておくように。ザコをね、捕まえてる間にね、近くの強敵でパーマフロスを取る。で、凍ったら密着メズマとかね、マーゼックとかで大急ぎで殺すと。二つ目がね、メズマライズ。時間加算条件は敵2体に当てることね。当てた敵を自分の周辺に引きずり込める集合効果を持ってるんだよね。複数体に当てれば1箇所にかき集められるんだよ。密着で撃てばそこそこ威力があるから、パーマフロスト後にね、雑魚敵とかを複数殺すのにもう使ってもいいと思うよ。時間加算にならないけど、強敵対マンの時とかもね、どんどん密着からぶち込みに行くといいね。で、3つ目が ISH。時間加算条件はね、プレジションで打つこと。ボタンを押しっぱなしで発動して、ゲージがあかんところにね、来たら離す入力ね。当てやすい上にね、回転率いいよね。ゲージが溜まり次第どんどん吐き出す。アーケードモードではね、ザコが多い場所での化石に活躍するよね。俺はバージョン 1.2 以降はこれやんのめんどくさいから、極力これ使わないで済む方向でやってるわ。最後がダイヤモンドダスト。時間加算条件は敵2体を巻き込むこと。もう超使いやすい大技だよね。威力こそやや控えめながら、溜まり直しもね、大技にしては早く、ウィルゲージをごっそり持っていくよね。まあダイヤモンドダストはね、優等生すぎてあんまり言うことがない。ではね、芝石灯の稼ぎ方なんだけど、とにかくね、凍ってるやつを殺す。凍らせて殺す。パーマフロストをね、取れるかどうかが最重要で、とにかくね、どっからでもね、パーマフロスト取れるように、敵の攻撃をね、たくさん知ってれば知ってるほど偉い。パーマフロストさえ取れればね、あとはね、アドリブでその場でね、できることをやってればよくて、アビリティ技もね、癖がないものだらけで、自然に入ってればね、大体何らかのボーナスになってる。それから、現場の流れとしては、凍ってる時にね、殺すためにね、ダメージ調整がいるってこと。具体的にはね、雑魚たちを瀕死になるようにダメージ調整して、近くにいる強敵の攻撃をパーマフロストして、巻き込まれてね、周りで凍ってる瀕死雑魚を死なすっていう順をひたすら踏んでいるって考えればいい。芝はね、時間に全く困らないし、やっぱりパーマフロストが強すぎるからね、話が簡単なだけでなくて、やってて楽だよね。あんまりにも強いから言うことがほとんどない。この石灯はね、なるべくさっさと終わらせたいね。ということで、リファレンスプレイに入りましょう。遅い。見えた。そこか。遅い。見えた。そこか。見えた。じゃあ
終わりだ。
遅い。そこか。そこか。
人とは実に哀れなものです。面白い面白いぞミュートス。続いては7つ目、オーディンの石塔のね、攻略解説に入ります。まずフィートから暫定権ね。時間加算条件はレベル5でぶちかますか、暫定権でパリ、弾き一戦を決める。パリ取ったら四角ボタンね。暫定権レベル5はね、このゲームで一番威力の高い技なんだよね。発動すればね、石塔だったら 100% 全員に当たる。まあ、エイム作業がいらないっていうね、もう言語道断の一発で、この石塔なのよね、雑魚敵は。文字通り一発で死にます。プロテスかかっていうのはね、問答無用でぶち割って皆殺しにできるんで、もう最強の一撃だよね。この石塔はね、ステージ1から4まで、総じて敵が弱い。その上自分も強い。忙しいんだけど、パターンとか特に作らないで、アドリブで全然済むし、稼ぎでね、作れる時間も余裕があるから、あんまりプレイ詰めなくてもね、S 評価は取れるんだよね。俺はね、一番最初に取った石塔はオーディンだった。石塔がね、ワールドマップ上にあるって初めて知ったのがオーディンだった。次にね、アビリティ4つ。まずはグングニル。時間加算条件はね、連打するグングニルを最後まで当てるってこと。ガルーダのガウジと同じ系統だね。連打してね、長く振り回して最後まで当てる。途中無敵ではないので、強敵にはね、小づかれちゃうんだけど、ザコはね、周辺で巻き込みやすく攻撃されづらいんだよね。死なない範囲でだったら、強敵にね、攻撃されるのを気にしないで、ブンブン振り回してボーナス取りに行ってもいいと思うよ。それと、ステージ4は悲しいよね。ボスタイマンだと悲惨なぐらい暫定権ゲージが増えない。敵複数体巻き込めないと、暫定権ゲージを稼ぐ目的で使うのはちょっと厳しいよね、この技ね。二つ目は、天野村雲。こんな字書くんだね。こんな字見たことねえわ。村雲の村って魔界村の村じゃないの？まあ話戻して、時間加算条件はね、連打派生を最後まで当てる。出すときは必ず発動ボタンを連打していること。グングニルにね、比べるとね、途中で攻撃されにくいよね。たまり次第ね、どんどん吐き出していっていい。温存しなくていい。字は難しいけど使い方は簡単だよね。これのね、回転率がね、この石塔ではね、勝負決める。続いて3つ目は境界転移。時間加算条件は何かをキャンセルしてね、何でもいいから繋ぐっていうのを3回やる。超重要技で、ほとんどの行動をね、キャンセルすることができます。最初のうちはね、ランジ境界四角連打みたいなのを回数打つ。慣れてきたら、プレジションカウンター境界何かみたいにね、よく使う動きをキャンセルして慣れていくといいと思うよ。この動画だと、弾き線境界キャンセルから四角ボタン連打ってのを大量に使っている。まあ2の1見てくれればいいね。四角ボタン連打はね、つなぎ絶対ミスらないからね、やりやすいしおすすめ。最後4つ目が暫定ランプ。時間加算条件はね、乾燥することだね。要するにさ、出かかりでね、止められないで走り出しちゃえば時間ボーナスくれるんでしょ。そのために石塔ではね、暫定ランプへの入り方は2つ覚えておいてください。1つ目がステージ3ではね、プレジションカウンター境界ランプ。2つ目、ステージ4ではね、ボスが火を吹いてる横に普通に歩いていってランプ。と、この2つの入り方はチャンスがいっぱいあって安全に行きやすいと思う。発動中はね、時間停止。つまり石塔だと持ち時間が減らない。アーケードはさ、テクニカルボーナス減るのに、石塔はタイム減らないんだよね。発動してね、全く損がないのは石塔でも一緒。暫定ランプ優秀だよね。それと、時間短縮する上では、複数体に入れれば、ゲージの上がり方もね、増えるってのは覚えておくといい。2体以上巻き込めれば、一発でレベル5まで溜まる。ランプが走り出して、あっち行ったりこっち行ったりしてる時にね、複数体捕まえた場面があれば、すぐにね、そこで L1 でロックして、その場面で固定して美味しくゲージを貯めるっていうのは大事なテクニックだから覚えておこうね。石塔はこの辺まで押さえておけば大丈夫だね。そしたらね、オーディン石塔の稼ぎ方に入ります。それぞれね、2ステージ持っててエース技になってる村雲とね、境界つなぎ3回をひたすら回転させると。その隙間でそれ以外のボーナスを拾っていけば大丈夫。ステージ1、2が勝負で、暫定パリでね、時間減少を止めつつ、エース技をね、発動しまくって持ち時間を増やしていくってのがいいんだよね。暫定パリはね、大型銃が狙いやすい。1の1の牛とか、2の1のヒョウとか、3の3の斧の人なんかが狙い目だね。それとね、やっぱり触らないわけにはいかないんだけど、レベル5の話。レベル5はね、締めで使うだけではないよ。速攻で全員ぶっ殺してしまうのは石塔では全然あり。時間はね、増やすだけではなくて、使わないのも時間を多く残すアプローチになるってのは理解してほしい。そこから転じてね、言いたい大事なことがあって、そもそも最初の目的はステージ4クリア時に6分あることなんだよ。その辺を見失わないようにね。というかね、
ハイスコア系のプレイって追えばキリがないんだよ。この後の俺のリファレンスプレイもステージ4終わってね、14分とかで世界33位だったらしいけど、こんなに稼ぐ必要なんてないからね。単に動画にするための分かりやすいコントラストのあるプレイを出してるだけだし、しかもプレイ見てくれれば分かると思うんだけど、天野村雲を全然発射できてないで温存しっぱなしなところも結構あるし、協会キャンセルだってたくさんチャンスを見過ごしてるわけよ。それでもこのぐらいの成績になるのよ。その辺をね、改善してプレイを詰めていけば、いくらでもね、時間の伸ばしようがあるってのは見てて簡単にわかるんだよ。けどね、そういうものを追ったところで、キリがないのよ。そして6分以上をいくら伸ばしたところで何かもらえるわけではないのよ。それにさ、石塔以外にもね、やることっていっぱいあるでしょ。覇者、王者、カイロス、紋章って。だからまずは、こういう名誉称号をね、全部揃えた達成者になってから、モチベーションが残っていたら、この手のハイスコアみたいなのは頑張ればいいと思うよ。やっぱとりあえず、1個の水準試験を突破したら、その水準試験のね、出来栄えを追うんじゃなくて、パッパ次の課題に進んだ方が絶対いいってのは断言できる。なんでかっていうとね、一箇所に固執してこだわっていたらいつまで経ってもね、名誉称号完全制覇の道は全然終わらないよ。想像以上にこのゲームの上級コンテンツは多いし、全部制覇してる達成者になるのはなかなか遠くてね、険しい先が長い道なのよ。俺はもう1年以上前になるのかな。旧バージョンでも覇者の証とか七つ星の英雄は取ってるんだよ。けどやってた時はどんどん先に進んでいった。やってる最中にやり込みたいって思う面白いコンテンツは人それぞれでね、一つ二つは見つかると思うんだよ。けどこのコンテンツで全く必要のないね、自分で設定した目標点数を取るまで次に行かないとかみたいな潔癖症になっちゃうと本当に後が大変になるよ。時間がかかりすぎると挫折したりね、途中で諦めたりする原因になっちゃうんだよね。ステージにしろ、やり込みにしろね、どこまでやるかっていう落としどころ、切り上げどころは常々考えるようにした方がいいよっていう話でございました。大事だよ、こういうのって。まあ少々話がそれたけど、元に戻してね、オーディンで覚えたい知識と基礎技術を話しておきます。まずね、境界転移の使用感に慣れてほしい。境界転移はね、動きの幅が大幅にね、広がるので、できるだけね、早期に導入を強く進めておきます。いろんなことのね、テンポが良くなって、使いどころは無限なんでね。それからパリをやってみよう。この石塔はね、ラスボス含めて総じて敵が弱い。動きが緩慢で、大振りなやつばっかりだから、パリで遊んでみよう。なんかね、初見とかで全然知らない相手とかに会っても、感覚的に、あ、こいつパリの的だなっていうのがわかるようになってくる。逆にね、この相手とか、この局面でパリを考えると、研究とか練習とか努力が必要でめんどくさいから、この局面でパリ考えるのはパスね、みたいなのも分かってくる。結構ね、こういう感覚養っておくのは、アーケードモードで攻略進める上でも役に立つと思うよ。といった感じでね、OD の事前解説は以上です。ではね、以上まで踏まえた上で、リファレンスプレイスタート。デモ
そこか。
最後まで見えた。
やれやれ、この機関棒め。そしたらね、いよいよ最後の石とリバイアさんに入ります。まずフィート、リバイアさんくらいですね。時間加算条件はね、フィートで構えてから四角ボタンの攻撃30発。これはね、石灯はね、やることないときは、とりあえずマゼックやるんだけど、リバイアさんはね、これ連打しておく局面が多いね。マジックバーストボーナスを取り終わったら、こっちの方がね、時間減少を食い止めるのには向いていると思うよ。それから三角ボタン攻撃20発。雑魚敵がね、固まってるときはこっちを使うといいです。それとね、このフィードとにかくね、どっち2連打がすごい使える。ロールっていう名前らしいけど、圧倒的な逃げ能力持ってんだよね。ステージ4のね、ベヒーモスとか別に近づかなくてもいいんだよね。プレジション防御がね、できない人でもね、使いやすい。俺もね、正直相手の攻撃が全然わからないし、知らない時でも、このフィードがね、すごい使いやすいおかげで、あっさりこの石とクリアできたね。時間加算するプレイを作る以外はね、ほとんど何も勉強しないで済んだ。リバーサーの能力がすごい強いから楽だったね。ここからはアビリティを解説していきます。まずクロススウェル。時間加算条件は3体以上巻き込むことね。縦一列に並べる集合効果を持つアビリティで、威力もね、高くてね、ウィルゲージも多く奪える。これを打って、タイダルストリーム、三角ボタン、魔法ボタンの方ね、がテッドリバイアセットプレイだね。アーケードモードではね、ギガフレアと相性がいい。これでね、まとまった誰かをロックして、ギガフレアってのが簡単でいい。激震とかさ、ライムとかさ、メズマライズみたいなさ、集合技から指定数巻き込み技、アイスエイジとかスカーレットサイクロンみたいな技って回数やんなきゃいけないし、あと1匹いて欲しかったとか、出来栄えがね、ランダム性に左右される時が結構あるから、点数取れる時はすごく伸びるんだけど、反面ね、内容が不安定でうまくいかない時も少なくないし、総じてね、やっててかったるいのよ。けど大技のギガフレアだったら話は別だね。もう点数のね、回収とね、始末するまでの速さが全然違う。俺はね、今回のバージョンの新技、リバイアさんとアルテマのアビリティ技ではね、クロススウェルを一番使っていたと思う。強敵がね、逃げまぐるやつが多い時は、サテライトでね、ザコが多くて強敵が逃げない場所だったら、クロススウェルって感じでビルドは選んでいたような気がする。ちなみにね、転生の方とか完全アルテマだったら、普通ね、集合系と回収系の2枠アビリティを使うところを1枠使うだけで済むから、総合評価 S にね、間に合うんだったら楽でいいんだけど、その辺の兼ね合いが難しいんだよね。個人差が出て楽しいところといえば、建前上聞こえはいいけど、アーケードモードって王者と覇者で38個もあるから、一個一個にね、入れ込まないで、さっさとテンポよく取っていかないといつまでやっても終わらないんだよ。何ももらえない不毛な要素を頑張るとかまっぴらごめんだし、どの辺をね、落としどころにするかっていうのはね、すごく大事だよね。二つ目がね、デルージュ。時間加算条件が40発入れる。ウィルゲージをね、ゴリゴリに削って、溜まり直しも早いのが長所だよね。ただ、エイムがいる。小さいやつとか遠距離とか、素早く大きく動く相手には要注意。こっちがね、攻撃中に敵に攻撃されちゃうから、使う場所はね、事前に調査しておくことが必要だね。ガウジとかグングニルとかと同じだよね。それと、ステージ4はね、大解消とこれなんだけど、ベヒーモスにはね、ちょっと隙間が空いたら、どんどん打っていっていいからね。時間ボーナス取る必要ないからフルヒットしないで全然いいし、途中ですぐやめていいんだから勘違いしてね、前段打ち切れる時間がある長い隙が来るまで温存してたりするんじゃないよ。デリュージュ打ってる最中に危なくなったらね、打ってる最中でもどっちとか R1 ボタンで途中で中断して逃げていいんだからね。ステージ4はボーナスないからね、飛び道具だし遠距離からでも当たるから間が開いてるようなね、時はすぐに打つんだよ。溜まり直しが早いからどんどん吐き出していって問題ないから。ステージ4はね、デリュージョン温存しなくていいからね。ガウジとかグングニルみたいに間合いを詰めなくていいんだから勘違いしないようにね。いけそうなところでどんどん吐き出す。フィート中でも吐き出せるし、リバイアさんはほんと使いやすいよね。ステージ1、2、3までとステージ4はね、使い方が全然違うからそこを頭に入れておいてください。3つ目がアビサルテア。時間加算条件はレベル4で発動すること。なんか既視感のあるメガフレアだよね。しかもさ、どっちかっていうとこっちの方が上位の互換だよね。まあメガフレアなんで、できるだけ回転率上げたよね。アビサルデアを起動したら、フィードで構えてね、四角ボタン連打しながら、プレジションドッジでレベルを上げていって、吐き出したらね、フィートを使わないで、ノーマル状態に戻して、パリで溜め直しを急ぐことでね、発動回数を上げていく方向性で、プレイを作っていくと、良いのではないかと思われます。で、ラストが大解消。時間加算条件はね、2体に当てること。素直な使いやすい大技で、これ自体がね、リミットブレイクゲージをたくさん稼げるので、体力にね、余裕がないんだったら、発動する前に、リミットブレイクを使い切っておくといいです。リバイアさんの石灯はね、暇な時にマゼックやらないで、フィートのね、四角ボタン、
タイダルトーレント連打してる方が時間減少防止活動としても楽だし、そうやってる人が多いと思う。だからそこから一歩発展させよう。マゼックやる石灯だったら、リミットブレイクかかってるとマゼックできないから、リミットブレイクタイダルダメなんだけど、マゼックやらないでいいんだったら、リミットブレイク発動しててもね、全然問題ないから、リミットブレイク状態にして体力を回復しながらね、フィートを発動して四角ボタンを連打するって癖をつけておいてください。それではリバイアさん石灯の稼ぎ方の話をします。なんかね、忙しいよ。当たり前のことをやってれば、普通にクリアし7、8分超えるんだけど、その当たり前が多いのよ。クロススウェルからフィートで三角とか、デルージュはね、安全なところで吐きまくって、ドッジとパリーでアビサルで回転率を上げると。で、時間減少を四角連打で食い止めて、複数固まってる時に三角と。強敵テイクダウンはね、マゼック入れて、これらの隙間で他のボーナス、パニッシュとかさ、アビリティフィニッシュとかね、を拾えるところで拾うと。何当たり前のこと言ってんだって思うかもしれないけど、この石灯ってそんな感じでなんかもやっとしてるのよ。めちゃくちゃ強いからあっさりクリアできるんだけど、それが逆に問題になってて、いまいちね、要点は分かってないまま終わってますみたいな人は多いと思うよ。多分ね、水の石灯で時間に困る人って、他のボーナスをね、最低限しか取らないで、フィートのね、四角ボタンばっかり連打してる人だと思う。まあ、まんべんなく全部やろうねってことだね。新召喚獣であるね、リバイアさんフィートは即戦力で使えるって話をしたいと思います。リバイアさんのフィートはね、楽に逃げれて、間合いをね、離した先から飛び道具でね、遠くからウィルゲージも奪えると。近づいてね、プレジション防御とかできなくても、なんとかなるっていう強みがあるんだよね。アーケードモードとか、カイロスゲートとかでもそうなんだけど、基本的にね、プレジション防御できない人は芝使っても意味ないからね。パーマフロスト取れないのに、ネットで見たなんか上手い人とかが芝を使っているからって言ってね、脳死で役に立たない芝を入れ続けて、いろんな場所でプレイしてるのはもったいないよ。初見の相手とか、知らないとか、分かっていない相手でも、距離を取ってね、安全に戦いやすいんだよね。何でもかんでもさ、勉強して知ってますってやつだったら、芝でいいけど、そんなに頑張らないでもさらっと抜けれるところは、努力しないで抜けたいでしょ。実際さ、名誉情報全部持ってる俺でも知らない敵なんて結構いるから、そんな時はリバイアさんがいいんだよね。点数も考えなくていいし、勝てばいいだけで、内容がどうでもいいところなんて、ストーリープレイ含めていっぱいあるからね。何でもかんでも頑張るのはやめた方がいいよ。実際使うときはね、敵の攻撃射程の外に逃げやすいので、ロックしてね、敵を画角に入れながら逃げ回って戦いましょう。そこから転じて、よそでもね、リバイアさんを使って楽して結果を出そうと。じゃあ具体的にどんなところで使うのかって話なんだけど、カイロスゲートのただの踏破、トロコンとか幻想を破りし者だけだったら、ビルドにね、大技を並べて花火大会をやってね、それらのね、ため直しの時間をリバイアさんで逃げ回って、飛び道具をね、撒き散らすとかやってれば、オールエースとか必要ないんだから、そんなに勉強しないでさらっと取れるし、ノーダメージ紋章類もね、同じ立ち回りで、これにウィリオウィクスとかね、サポートリングがあれば、クライブ部分に関しては盤石だよね。俺はさ、他の動画でね、芝やガルーダを押しているけど、点数が関係ないんだったらガルーダいらないし、よっぽど強い相手とか、難しい現場で勉強して知ってるのでもなければ、無理して芝も使わなくていいと思うよ。それは勉強すればするほど芝は最強だけど、勉強しないでも済ませられるようなところはいっぱいあるよね。リバイアさん含めてね、他のフィードでも遊ばないともったいないよ。せっかく石灯最後までやったんだから、全部一通り知ってるだろうし、そんなに間を置かないでいろいろ遊んでみた方がいいよ。もしかしたら自分しか知らない、すごいいい手筋とか見つかるかもしれないよ。といった感じに、これで8石灯最後になるので、軽く締めておきます。ではリファレンスプレイスタート。
わりだ。こんなところで。
だ。
っ